にちは。今回はホンダ NSR50 の修理の様子をお届けします。3回程度を目標に修理をしていきたいと思います。画面に映るのは今回の作業のダイジェストです。ドレーンの締め忘れでガソリンが漏れたり、サイレンサーからオイルが大量に出たり、キャブレターのピストンバルブが固着していたり、一部部品が欠品だったりと、なかなかなくせ者でした。この動画ではキャブレターの清掃とサイレンサーのグラスウールの交換をします。それでは本編に移ります。まずはタンクを外すためにシートカウルを外します。キー1本で外せるのは便利ですね。この中にはバッテリーや車載工具入れがあります。次にフューエルホースを外します。フューエルホースは硬化して取れないのでペンチでちぎりました。放置年数が長いとホース類は硬化していてなかなか取れませんね。キャブレターを外していきます。なんとなくナットが緩くて嫌な感じがしますね。純正キャブレターにファンネルのようなものがついていますね。後で走らせてみて分かったのですが、ファンネルは意外と効果があるようです。ありなしで試したところ、あった方が下からトルクが出ているように感じました。もしかしたら気のせいかもしれませんが、キャブレターが取り外せました。ここで一つ目の問題が発生です。キャブレターのピストンバルブが固着して抜けません。インテーク側からパーツクリーナーをかけても固着が取れません。この状態でキャブレターを分解してメインジェット側からパーツクリーナーをかけてみようと思います。なかなか汚いですね。目視でもジェットが詰まっていることがわかります。茶色いのはガソリンの腐ったものですかね。メインジェット側からパーツクリーナーをかけてみましたが、こちらも効果はありませんでした。ここでお湯をかけてみたらいいかもと思い試してみました。思った以上に簡単に取れましたね。キャブレターの分解もできたので、オキシクリーンであらかたの汚れを落とします。オキシクリーンは本物が一番汚れが取れる気がします。本物は泡がたくさん出るのでよく取れている気がして気持ちいいです。あらかた汚れが取れたのでジェットの詰まりを取っていきます。メイン、スローともに腐ったガソリンでしっかりと詰まっていました。あとはキャブレター本体側のすべての経路を洗浄しておきます。一通りきれいになりました。本体に戻していきましょう。パッキン類は注文してあるので後日交換しようと思います。今回はエンジンがかかって
問題がないことをチェックするのが目的です。インテーク側のナットが緩かったからか、インテークの O リングはそんなに潰れていないようです。とりあえず戻していきましょう。NSR50 は初めて触りましたが、整備性がとても良いですね。エアクリーナーボックスがあったらこうはいかないかもしれませんね。私的にはエアクリーナーボックスがないのは不安ですが、エアクリーナーなしの場合は吸気音が大きくなってちょっと気分を上げてくれますね。ただデメリットが大きいので自分の車両ではやろうと思いませんね。ファンネル仕様の FCR とかはかっこいいとは思います。キャブレターが取り付けられたのでガソリンを入れてみましょう。久しぶりの始動ということなので2サイクルオイルを混合して始動させます。各部に問題がないかチェックをしています。問題は終わりでした。ドレーンを閉め忘れてガソリンがダダ漏れです。この後ドライバーを取りに行って閉めました。気を取り直してエンジンをかけてみようと思います。エンジンは始動しましたが、なんとなくもっさりした感じがあります。何か根本的におかしい気がしますね。とりあえずキャブレターを調整してみようと思います。キャブレターを調整しようと思って足元を見てみたらオイルが大量に出ています。水でも混ざっていたのですかね。気を取り直してキャブレターを調整します。やはり下の方がすごいもたついています。スロットを開けた後離すとエンストもします。今聞くとこの時点での排気音もおかしいですね。エアスクリューをいじってもアイドリングスクリューをいじっても何も変わりません。ちなみに原因はニードルジェットがありませんでした。分解した時に落とした気もしないので最初からなかったのだと思います。とりあえずオイル浸しのサイレンサーを何とかしようと思います。 NR レーシングのチャンバーですかね。この辺りは詳しくないので分かりませんが、とりあえず分解してみたいと思います。キャップボルトを3本外してサイレンサーを取り外します。外が雨なので狭いバイク小屋で作業をしています。この週は雨ばかりで嫌な週でした。バイクにも乗れないし整備もしにくいし、最近は遠くに出かけていないのでどこか遠くに出かけたいです。そろそろ涼しくなりそうなので静岡方面にも行きたいなとも思っています。あとオスモアクションの夜間性能も試したいので夜の街とかも動画にしてみたいですね。やりたいことがたくさんあって時間がなかなか足りないです。そうこうしているうちにキャップボルトが外せそうですね。リベットはドリルの揉んで外します。このドリルドライバーはアリエクスプレスで購入しましたが、絶対にマキタのものではないと思います。
購入ページにはマキタのマークはなかったのですが、いざ届いてみたらマキタのマークがついていて驚きました。インナーは棒を入れて反対側から叩いて取り出しました。取り出したグラスウールはずっしりしています。取り出したグラスウールを握ってみると、2サイクルオイルが滴り出てきます。取り出した部品はしっかり洗っていきましょう。グラスウールを変えていきます。使用するグラスウールは Amazon で適当に購入しました。700円ぐらいだったと思います。巻き方や密度によって音や性能が変わるようですね。いい感じにカットして巻いて元に戻していこうと思います。ちょっと巻きが緩かったかもしれないです。グラスウールの余りはないのでこのままいこうと思います。インナーを戻してリベットを打ち直して完了です。本来はリベットを打ち直す前に液体ガスケットを塗っておいた方が良かったかもしれませんね。まあ見た目はいいんじゃないでしょうか。チャンバーの中にもオイルがありそうなので少し焼いていきます。バーナーで火を入れると白煙が出ますが、思ったほど詰まってる感じはなさそうですね。錆がひどくて見た目が悪いので、カップブラシで少し錆を落として耐熱塗料を塗っておきたいと思います。家にあった余りの耐熱スプレーで塗っていきたいと思います。中途半端に余ったものが2本あったので混ざってしまいますが、適当に塗っておきます。一旦完成です。オープニングの排気音はマフラーの清掃とグラスウールを交換した状態でした。始動は問題なさそうですね。少しだけですが、2サイクルエンジンの排気音をお楽しみください。さて、今回はこれで終了です。次の NSR50 の動画はオイル漏れがひどいフロントフォークの整備とステム周り、ブレーキのオーバーホールをしたいと思います。ただツーリングにも行きたいので NSR50 の動画は少し期間が空くかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントやいいねをいただけますと幸いです。それでは、さようなら。